皆さんこんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。このチャンネルは日本語ネイティブの私が日本語学習者さんに向けて分かりやすい日本語でナチュラルにお話をするポッドキャストです。はい、皆さんお元気ですか？今日はですね、なんと日本で就職をしたい人、あるいは転職をしたい人に向けて初めての動画を撮っていきたいと思います。はい。だからね、ちょっとハイレベルな話になるかもしれないんですが、すごくね、大切なお話をするので、これから日本で働きたいんだっていう人は、ぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいなと思います。はい。やっぱりね、日本で働きたいってなった時に、皆さんが一番心配になるのは面接だと思うんですよ。履歴書を書くとかだと、日本人のね、先生に添削をしてもらえたりとかして、そんなに緊張しないと思うし、間違っちゃったらどうしようってあんまり不安にならないと思うんですね。でも、面接はごまかしが効かないですよね。ごまかせないです。もう目の前にいる面接官と自分のね、時間になるので、うまく日本語が話せるかなとか、失礼なことを言わないかなとか、いろんな不安が出てくると思うんですよ。なので、今回は面接のね、練習として、すごく大切な大前提とともに、面接でよく聞かれる質問についてもね、お話をしていこうと思います。チャンネル登録といいねボタンで応援をお願いします。コメントも待ってます。はい。ということで、早速ですがね、面接でまず大切なことをお話ししていきます。というかね、注意点ですかね。まず、一つ目。フィラーは使わないでください。はい。フィラー。以前、私は動画で、フィラーの使い方をご紹介しています。で、そこでもお話ししたんですけど、フィラーってうまく使えると言葉をね、自然につなげられたりとか、自然な流れで会話ができたりとかして、自然なね、日本語っぽく聞こえますよっていう風にお話をしました。はい。でも、面接の時は、フィラーはできるだけ使わないようにすることをお勧めします。なぜなら、フィラーを使うと、なんだかすごく自信がないように見えたりとか、アマチュアだと思われてしまいやすいんですね。面接の場所って、やっぱり自分がいかにプロフェッショナルかっていうことを伝える場所だと思うんですよ。だから私のことを選んでくださいね。あなたにとって私を選ぶことはとても価値のあることですよっていうのを伝えるのが面接の場所ですよね。だからやっぱり自信があるように見せたいし、はっきりと言葉が言えた方が信頼できる人だなって思ってもらえるんですよ。だからフィラーのとかとかとか、そういうのは本当に言わない方がいいと思います。日本人もね、結構癖で言ってしまいがちなフィラーなんですけど、できるだけ言わずにはっきりとはいとかいいえってお伝えできた方が絶対にいいです。で、二つ目です。これはね、書き言葉と話し言葉の使い分けをしっかりすること。はい。これ具体的には面接の場合だと、あなたの会社っていう時は、御社と言います。御社。履歴書をね、書いた人は、多分、あなたの会社って書くときに、記者って書いたと思うんですね。記者。でも、これは話し言葉ではありません。書くときは記者と書きますが、面接で直接話をするときは、御社って言います。もちろん、あなたの会社とかも言っちゃダメですよ。すごく失礼です。御社って言います。御社。これをね、ぜひ覚えておいてください。ということで、3つ目。これも言葉に関することで、これすごく難しいと思うんですが、謙譲語と尊敬語を使い分けてください。これね、もし難しかったら、無理にやらなくても大丈夫です。面接官も皆さんが日本語学習者っていうことは知っているので、完璧じゃなくても大丈夫です。が、日本語にはね、丁寧さの言い方にレベルがある、っていうことを知っておいてもらえるといいかなと思います。はい。じゃあ、例えばですよ。面接で
使うことを具体的にご紹介すると、自分の自己紹介をするときに、私はウキです。これはただの敬語ですね。でも面接だったらすごく丁寧に言わなきゃいけません。だから私はウキと申します。これが正しい日本語ですね。学校の自己紹介、周りが生徒でもっとフランクな丁寧な敬語を使えばいいっていう時は、私はウキですで大丈夫です。私はウキと申しますって言ったら、逆にちょっとそんなにかしこまらなくてもいいのにって思われちゃうと思います。でも面接では私はウキと申しますって丁寧に。他にも例えば日本から来ました。これも日本から参りました。皆さんの国の名前入れてくださいね。日本から参りました。来ましたでもいいですが、もっと丁寧に面接らしく言うなら参りましたと言います。他にもあなたの言ったことっていうのはちょっとね失礼です。おっしゃったことについてですがとか、おっしゃったことについて同意をしますとか、言ったことっていうのはおっしゃったことって言った方が丁寧です。他にも教えてくださいも敬語ですが、もっと丁寧に言うならご教示をお願いします。すみませんが教えてくださいっていう時は、大変恐縮ですがご教示をお願いします。こういう風に言えたらすごく丁寧ですね。他にもわかりました。わかりましたも普通の敬語ですが、面接だったら承知いたしました。他にも仕事を始めて上司とお話をするってなったら、わかりましたじゃなくて承知いたしました、かしこまりました。こういう風に言えるととても丁寧ですね。ただね、本当にこれって皆さんにとってすごく難しいと思います。難しすぎるって思ったら、もうね、普通の敬語でいいので、丁寧に話す姿勢を見せてください。そのね、姿勢によってその人はわざと失礼に言っているのか、丁寧にしようとは思っているのかっていうのがわかるはずです。それは伝わります。だからね、あんまり考えすぎずに。でも、もしね、余裕があれば、尊敬語、謙譲語、こういうのもね、普通の敬語にプラスして覚えられたらいいかなと思います。次、4つ目は、座ってくださいって言われるまでは、席に座らないでください。面接の場所に行きますよね。で、面接官と話をするときって、だいたいお互いに座って机を挟んでお話をします。で、その時なんですけど、面接官がどうぞお座りくださいって座っていいですよって言うまでは、椅子に勝手に座ってはいけません。とても失礼です。まずはどうぞって言われるのを待ちましょう。で、これ5つ目。挨拶はしっかりと元気よく笑顔で面接に臨むことをとてもお勧めします。そうするとすごく好印象です。やっぱりね、ニコニコして元気よくってしっかり挨拶できる人っていうのは、一緒に働きたいなって思ってもらいやすいです。緊張しちゃうとは思うんですけど、やっぱりしかめっ面でよろしくお願いしますっていうよりも、よろしくお願いしますって言えた方が絶対に印象はいいですよね。だからね、頑張ってくださいね、皆さん。肩の力を抜いて面接に挑んでもらえたらいいと思います。じゃあね、ここからはもうちょっと具体的にね、面接の時の流れをご紹介します。まず面接の場所に行きますね。絶対に時間通りに行ってください。できるだけ時間の5分前に行くこと。早すぎるのもあんまり良くないです。遅くなるよりいいけど、早すぎても迷惑なので、5分とか、早くても10分とか、それぐらいに面接の場所についているようにしてください。日本ではもう遅刻は論外です。絶対に遅刻は許されません。で、面接官がいる部屋に入るときは、コンコンコンってドアを3回ノックします。3回です。そしたら中からどうぞとかお入りくださいって声が聞こえると思います。そしたら失礼いたしますと大きい声で言ってからドアを開けてください。で、ドアを閉めて
面接官の方を向いたら一礼をします。で、顔を上げたらよろしくお願いいたしますっていうのが自然な流れかなと思います。そうするとね、だいたい面接官がはい、よろしくお願いします。ご着席くださいって言うと思うので、それを言われたらありがとうございますって言って席に座ります。はい。これが一番王道の流れかなと思います。あるいはね、自分がいる部屋に面接官が入ってくるっていう時は、たとえね、座っていても面接官が部屋に入ってきたら立ちます。で、一礼してよろしくお願いしますって言います。この辺はね、どうだろう。日本人だとなんとなくイメージできるというか自然な流れなんですが、皆さんにとってはもしかしたら新しい礼儀かもしれないですよね。はい。で、次です。面接が始まります。面接官も自分も座りましたってなったら、まず言うことが、本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。このね、フレーズだけひとまず言えれば、私は丁寧に面接を受ける気がありますよっていうのは伝わると思います。だからこのね、二文はね、もうおまじないというか魔法の言葉というかということで覚えておいてもらえるといいと思います。で、そしたら質問が始まると思うんですね。皆さん自分の中でいろいろと言いたいことっていうのはまとめていると思うんですけど、よくある質問の例としては、死亡理由を教えてください。死亡理由を聞かせてください。こうやって聞かれると思います。皆さんがね、どうしてこの企業で働きたいと思うのか、その理由をちゃんと考えて答えられるようにしておいてください。もうね、この辺は自分で考えておいたものを答えればいいので、ここはもう一人で練習できるところだと思います。はい。他にもよくある質問としては、あなたのスキルを教えてください。あなたができることを教えてください。他にも、弊社にご入社いただいた場合には、どのようにご活躍いただけますか？弊社っていうのは私の会社っていう意味です。これを面接の場所では弊社って言います。すごく丁寧な敬語ですね。つまり、この会社に入ったとしたら、あなたはどういうふうに活躍できますか？私たちはあなたからどういうメリットを得られますか？そういう質問です。はい。そういうのもね、ぜひ考えておくといいと思います。はい。最後、面接が終わりました。今日はありがとうございましたってなったら、皆さんは本日は貴重なお時間をいただきありがとうございましたって言います。はい。これが最後の言葉ですね。はい。で、席を立ったら、それでは失礼いたしますって言ってお部屋を出ます。面接といえばこういう流れになることが多いかなと思います。質問って大体日本人でも皆さんでも内容は同じになると思います。自分についてよく理解していて答えることができれば問題はないはずなので、よくある質問については事前に答えを用意しておく。で、面接のね、練習って用意した答えを一人で言うっていうことは誰でもできると思うので、口に出して練習をしてみる。用意した答えを暗記して何も見ずに話せるようにしてみる。その練習が大切かなというふうに思います。はい。ということで、今日はね、日本で就職をしたい人に向けて、面接のね、ポイントとか流れをご紹介しました。面接ってね、日本人でも緊張するので、皆さんが日本語で話さなきゃいけないってなったら、もっと緊張すると思います。でも、皆さんが今までやってきたことを信じて、自信を持って自分をアピールしてみてほしいと思います。できます、皆さん。頑張りましょう。今回のね、動画が役に立っていたら嬉しいです。こういう動画いいなと思ってくれた人は、いいねボタンとチャンネル登録とコメントでぜひ応援をお願いします。それでは今日も皆さん、いい一日をお過ごしください。最後まで見てくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。またねー。